ベルベージンのオーラです。本日もオンラインストアにアップされる商品をご紹介いたします。サイズ、金額、状態のお問い合わせの方はベルベージンウェブストアの方によろしくお願いします。これから紹介する商品が10月の17日夜の21時にアップされる商品になります。詳しくは下の概要欄に貼ってますのでそちらの方チェックしてみてください。今日から新商品の紹介になります。まず T シャツからいきます。こちら LL ビーンの T シャツです。タグも LL ビーンで、サイズ表記はこちら XL の表記ですね。で 88% コットン88っていうやつですね。でグレーの霜降りにラバープリントで LL ビーンのプリントが入っております。で状態も、ブリーチなどしてかなり綺麗な状態に仕上がっております。でサイズも XL っていうところでかなり大きめですね。僕でも相当ゆとりが出るサイズ感になります。こちらの方でお値段の方が9800円に消費税になります。続いてこちらがナイキの T シャツ、コンタグ80年代の、ミディアム表記になっております。でこちらグレーボディで、かまぼこのラバープリントが入っております。いいですね。でこちらも状態すごくいいと思いますね。でただサイズ感がミディアム表記というところで、僕は正直小さいです。小柄な男性だったり女性にすごくおすすめです。こちらお値段が9800円に消費税になります。続いてこちらレギュラーのスウェットですね。こちらボディの方がこちらオニータのボディで、サイズ表記 L 表記です。白ボディの、こちらデッドストックの状態ですね。でカリフォルニアのプリントがラバーで入っております。そのデッドストックっていうのもあるので状態に関してはもう何も言うことはないかなと思います。こういったシールなどもついているっていう状態ですね。でサイズ表記が L 表記なので、縮んでないというところも含め僕は現状かなり大きいサイズ感にはなります。こちらお値段の方が9800円に消費税になります。続いて長袖のシャツですね。こちらラルフローレンのタグで、サイズ表記 L 表記で 100% レーヨンのボディですね。で水色の淡い色味になっております。でロングスリーブで解禁、なかなか見かけないかなと思います。状態としても特に申し分ない状態ですね。サイズ表記が L 表記で、この辺はちょっと作りが大きいのもあって僕でかなりゆとりが出るサイズ感です。こちらの方でお値段の方が12800円に消費税になります。続いても長袖のシャツですね。こちら、タグの方がこちらになっております。サイズ表記こちら16になっておりますね。いわゆるワークシャツのデッドストック、こちらもデッドストックの状態です。でその保管時のっていうところでこういうオリジナルがちょっとついてたりとかっていうのはあるんですけども、ダメージなどは特に見られないです。いやいいですねこのシャツ。デッドストックというところもあるのでこういった汚れとか特に見られないです。でサイドはこちらマチなしのタイプです。でサイズが16っていうところで、僕は全然着用ができますね。その洗濯をして少しキュッと縮んだ状態でも全然着用はできます。こちらの方でお値段の方が9800円に消費税になります。続いてこちらも長袖のシャツですね。こちら、タグの方はすいません欠損しているんですが、こちらもついていてもうデッドストックの状態になっております。年齢でいうと50年代頃のものですね。でこちら、このタグもついていてサイズ自体はこちらでスモール表記っていうことが分かります。デッドストックの状態ではあるんですが、こういったところですね、ちょっとした汚れがあるっていうところは正直あります。ただある程度薄くなっていくんだろうなっていう感じの表面上の汚れかなと思います。でサイズ表記 S 表記っていうところですが、現状縮みが出てないので今だと僕も着用はできます。少し、スチームなどで伸ばしていただいてもいいかなと思いますね。こちらお値段の方が12800円に消費税になります。続いてこちらの方なんですけれども、タグがこちら WRL のタグになっていて、こちらサイズが WXL でしっかりアメリカ製のものですね。で 80% ウールの 20% ナイロンのボディになっております。チャコールグレーの色味でこちら、シャツジャケットっていう感じですかねの作りになっております。でコンディションはすごくいい状態です。でサイズが WXL っていうところがあるのでもうかなり幅がゆとりが出るというところですかね。着丈自体はそこまで長すぎないかなと思います。僕でもちょっと今っぽい感じで着用ができるサイズ感ですね。こちらの方でお値段が12800円に消費税になります。続いてこちらパタゴニアのフリースなんですけれども、タグはこちらの方ですね。サイズ表記はこちら S 表記になっております。
で総柄のフリースでこちら、ボタンで開きの作りになっております。で合わせがレディースです。でこの形は、基本的にレディースの、合わせしか存在しないですね。でフリースの状態もユーズドではありますが、全然まだまだ着用できる状態ですね。でサイズが S っていうところで、僕ちょっと小さめではありますが、全然僕も着用ができるぐらいのサイズ感です。こちらの方でお値段なんですけれども、12,800円に消費税になります。続いてパタゴニアのスナップ T ですね。タグはこちらの方になっていて、サイズ表記はメンズのラージの表記ですね。で黒のスナップ T になっております。でこの辺ですね、少し汚れが残ってたりはするんですが、全然まだまだ着用できる状態です。サイズもいいですね。メンズの L 表記、僕がちょうどよく着れるサイズ感ですね。こちらの方でお値段なんですけれども、12,800円に消費税になります。続いてこちらですね、タグの方がこちらチャンピオンのタグになっています。 100% ナイロンのボディですね。サイズ表記はミディアムになっております。いわゆるフリースのような生地感のものですね。スウェットといえばスウェットのような形のものになっていて、こちらプリントが入っております。で肩の方にも入っておりますね。22番で、裏面は無地のタイプです。こちらも特にダメージなどなく、いい綺麗な状態です。サイズ表記ミディアムですが、そこまで縮みが出てなくて、僕も少しピタッとはなりますが、着用自体はできるサイズ感です。こちらお値段が12,800円に消費税になります。続いてセーターですね。タグがこちらラルフローレンのタグ、サイズ表記はミディアム表記で 100% ウールのものになっております。で黒のショールのもので、ボタンがついてるっていう開きのタイプですね。でエポレットなどもついているっていう作りです。で裏面もこんな感じです。特にダメージなどもなくいい状態かなと思います。なおかつ黒っていうのはやっぱいいですね。合わせやすいかなと思います。サイズ表記ミディアムで、僕が若干ピタッとするかなっていうぐらいのサイズ感です。こちらの方でお値段の方が15,800円に消費税になります。続いてこちら後付けパーカーなんですけれども、タグがこちらです。ラルフローレンの後付けパーカーですね。サイズ表記は L 表記になっております。でグレーボディのツートンになっておりますね。リブも張り抜きになっております。で状態としては特に目立ったダメージなどもなくいい状態です。でサイズ表記が L 表記っていうところで、僕は多少大きく着れるいいサイズ感ですね。プラスラグランっていうのもいいかなと思います。着やすいと思いますね。こちらお値段の方が9,800円に消費税になります。続いてヴィンテージスウェットですね。タグの方がこちらチャンピオンのタグがついております。ちょっとすみません、取れかけてはいます。ランタグの L 表記になっております。でマスタードのボディにこちら、プリントが、ラバープリントで入っております。年代でいうと60年代頃のボディですね。特に、こういった落書きとかは少しネームですねあったりするんですが、ひどいダメージなどは見られないです。でサイズ表記が L 表記っていうところで、気持ち縮んでるので少し僕は小さく感じるサイズ感にはなってしまいます。こちらお値段の方が15,800円に消費税になります。続いてかなり珍しいですよね。リバースビューなんですけども、刺繍タグ90年代の刺繍タグで XL、すみません、ダブル XL の表記です。でこちらもついてるデッドストックの状態になります。デッドストックだと袖の方にもこちらですねついております。パープルの目つきのタイプですね。もうデッドストックなんでもう状態はもう何も言いません。ダブル XL なのでかなり僕はゆったりするサイズ感ですね。お値段の方がこちら19,800円に消費税になります。続いてこちらプリントものですね。タグの方は90年代刺繍タグの XL 表記です。でグレーボディにこちら3段のラバープリント入っております。で状態としては、多少ユーズドの状態にはなっています。少し生地自体がちょっと伸びていたりっていうところはあるんですけども、あとはこういう少しちょっとした汚れですねとかはあるんですけど、トータルで見て全然まだまだ着用できる状態です。
サイズ表記 XL の縮みなので、僕はゆとりを持って着れるいいサイズ感ですね。こちらお値段の方が12,800円に消費税になります。続いてもプリント系ですね。タグは90年代刺繍タグの L 表記になっております。こちらもグレーボディのラバープリント2段で入っております。でこれに関しても、ユーズの状態ですが、ひどいダメージなどは見られないです。でサイズ表記が L 表記なので、僕が私物とかでも着るような本当ちょうどいいサイズ感になっております。こちらの方でお値段15,800円に消費税になります。続いてパーカーですね。タグの方がこちら90年代刺繍タグの L 表記になっております。この年代でこういうネームが入ってるのも珍しいかなと思います。すいません、こういった感じですね。でグレーボディのラバープリントノートルダムが入っております。こちらに1点少しポツッと小穴のダメージはあります。あとフードの入り口などは綺麗ですごくいいかなと思います。他気になるところっていうのは特に見られないかなと思います。でサイズ表記 L 表記なので、こちらも先ほどの同様ですね。僕がちょうどよく着れるサイズ感です。こちらお値段17,800円に消費税になります。続いてもパーカーですね。タグがこちらは80年代トリコタグの L 表記になっております。お好きな方多いと思いますね。で状態としてはフードの入り口少しダメージがきて擦れてるって感じですね。でラバープリントが2段で入っております。いいひび割れですね。かなり雰囲気出てると思います。またそれもあってちょっとポケットの付け根あたりとか少しダメージがきてたりはします。ただひどいってこう着用ができないようなダメージは特に見られないです。ところどころリブの、つなぎ目とか入り口が少し擦れてるっていうぐらいはあります。で L 表記で僕がちょうどよく着れるサイズ感ですね。こちらお値段の方が15,800円に消費税になります。続いてフィルソンのベストですね。タグはこちらの方になっております。紙タグも残っていてサイズ表記44の表記です。チャコールグレーの、もっと黒に近い色味ですね。で程度としてはめちゃめちゃいい状態です。特にボタンの欠損など、ダメージとかも見られなく長く着ていけるかなっていう状態です。サイズも44なので僕が大きめに着れるサイズ感です。この辺スウェットの上とかから着てあげるといいかなと思います。お値段の方が9,800円に消費税になります。続いてアディダスのジャージ ATP ですね。タグはこちらの方になっております。サイズ表記の方はちょっと見られないんですが、ただフランス製のものですね。年代で言うと70年代のものになります。ネイビーボディに白ラインでトレフォイルがオレンジ黄色ですね。かなりもうそれだけでちょっとパッと目を引くようなものになっております。状態もすごくいいですね。サイズ表記があるとすると L 表記ぐらいかなと思います。僕も実際、着てたことがありますが、その時は L 表記で着ててかなりいいサイズ感でしたね。これもそれぐらいのサイズ感かなと思います。お値段の方がこちら15,800円に消費税になります。続いてこちらカーハートのアクティブパーカーになります。タグの方がこちらですね。サイズの方がすみません下の方ですね。ミディアムレギュラーの表記になっております。で黒ボディになっていまして、これに関してはめちゃめちゃ程度がいいです。ダックの生地って本当向こうで探してても本当程度悪いのばっかりなんですよね。ボディが擦れてるものばっかり見つかるんですけど、これに関してはかなり綺麗な状態です。サイズ表記ミディアムレギュラーで机大きいので、僕が着て気持ち大きめになるようなちょっと今っぽいようなサイズ感になります。こちらお値段の方が12,800円に消費税になります。続いてこちらダウンジャケットですね。ノースフェイスのダウンジャケットになるんですが、タグがこちらの方になっております。80年代の、茶タグですね。すみません、サイズ表記がミディアム表記になっております。ベージュのダウンの色味になっていまして、こちらの程度としてはすごく綺麗な状態です。ダウンがパンパンっていうわけではないですが、本当ちょうどいい感じになっていて着やすいかなと思います。でサイズ表記がミディアムで、ちょっと大きめですね。僕でも着用自体は全然できるサイズ感です。こちらの方でお値段なんですけれども12,800円に消費税になります。
続いてこちらのジャケット、これかなり洒落てると思いますね。タグがこちらのナイキのタグになっていて、90年代ですね。サイズ表記はこちらですね、 L 表記になっております。でブラックデニムのフルジップのジャケットですね。で胸の方にスウォッシュ、黒の刺繍でナイキが入っております。でブラックデニムケミカルですね、ケミカルウォッシュのデニムになっていて、こちらダメージも特に見られずいい状態です。でサイズの L 表記というところで、僕も大きめに着れますし、年代特有っていうところもありますね。これはかなり洒落てるなと思います。お値段の方がこちら9800円に消費税になります。続いて、バーシティジャケットですね。タグの方がこちら、いいタグですね、ついていまして、サイズ38の表記になっております。で青と白の切り替えですね。でこちらに関してはワッペンとかも貼られていてすごく雰囲気いいんですが、レザーの状態がすごく綺麗な状態になっております。こういった感じですね。裏面に関してはこんな感じになっております。ワッペン貼られててかなり物としてかっこいいかなと思います。あとサイズが38っていうところで、僕が着用自体は正直ちょっとピッタピタのジャストサイズっていう感じになるかなと思います。こちらお値段の方が19800円に消費税になります。続いてミリタリーですね。こちらファティーグのノンリップサードですね。サイズ表記はミディアムレギュラーの表記になっております。でこちら程度に関してめちゃくちゃピンピンの状態ですね。ほんと数回水通ったんじゃないかなっていうぐらいの状態です。ミディアムレギュラーで僕が、気持ち大きめに着れるっていうぐらいのサイズ感です。ノンリップお探しの方はこちらは持っておいた方がいいと思います。お値段がこちら19800円に消費税になります。続いてちょっと前後しちゃうんですが、こちらフォースリップストップのタイプになります。サイズ表記はこちらミディアムロングのサイズ表記ですね。でただそのフォースタイプ、その後のタイプなんですけれども、こちらに関してはデッドストックの状態になります。ただそのデッドストックではあるんですが、ちょっと薄く少し焼けてるところがあります。ただ透明、そんなよく見ないとわからないぐらいですね。デッドストックの状態のダメージなどは特にも本当に見られないです。ミディアムロングなので、僕が着用すると着丈はやっぱ長くなっちゃいますが、このサイズ感このサイズ感でありかなと思います。お値段の方がこちら17800円に消費税になります。続いてこちらのファティーグですね。グリーンリーフです。すいません。サイズ表記はラージレギュラーの表記になっております。でこちらに関しても水が当然デッドストックの状態です。こんな状態見つかることなかなかないですよね。でこちらも、ダメージなどは特に見られずいい状態です。ピンピンですね。でラージレギュラーなので、かなり僕はゆとりが出ますね。逆になんか大きめに切るにはいいかなと思います。こちらお値段が19800円に消費税になります。続いて M65 ですね。フィールドジャケットの方です。サイズ表記がこちらになっております。スモールショートの表記ですね。でこちらアルミジップのものになっております。でこういったネームだったりとか少し落書き入ってはいるんですが、ダメージが特に見られずいい状態かなと思います。綺麗ですね。スモールショートなので、僕は結構ジャストめなサイズ感にはなりますが、やっぱショート丈っていうところがいいですよね。合わせやすいかと思います。こちらお値段の方が12800円に消費税になります。続いて M65 のフィッシュテールの方ですね。タグの方がこちらスモール表記になっております。でこちらいいのが、アルミジップってところですね。やっぱブラスのジップよりはこっちの方が見栄えはいいかなと思います。状態としてなんですけれども、ところどころその汚れが残っている状態にはなってしまいます。あとはダメージなどがなく着用自体は問題ないかなと思いますね。フィッシュテール6号フィッシュテールの S なので、僕は、ちょうどよく着れるサイズですね。需要が多いサイズ感かなと思います。こちらお値段の方が39800円に消費税になります。
続いてこちらのデニムですね。いい色味ですね。ブランドがこちらトップボタンの方でカータスのものになっております。年代でいうと70年代頃ですね。ジップは42タロン使われております。タグの方がこちらについております。カータスのものになってますね。で状態として見ていきたいんですけれども、また下全然擦れてないです。でレングスに関してもこちらになっておりますね。ちょっと丈上げがされてるんですかねっていうところ、ステッチのちょっと雑な感じになっています。ただ当たりもしっかり出ていてかなり雰囲気が馴染んでおります。で縦打ちはかなり綺麗に入ってますね。で裏面に関してこちらに1点ダメージがちょっとあるっていうぐらいですね。また本当雰囲気すごくいいです。実質のサイズの方なんですけれども、ウエストが34インチのレングスが30インチになっております。僕は多少ウエスト大きいサイズにはなりますが、この辺バランスよくてすごく履ける方多いかなと思います。お値段の方がこちら12,800円に消費税になります。続いてこちら濃いですね。パッチ感がいいですかね。こちら505のウエスト30、レングスも30の表記です。アメリカ製でこちらオレンジタブのものになっております。で505でジッパーがこちらリーバイジップが使われております。めちゃめちゃ濃いですね。これだけ濃いので状態も特に何も言うことないかなと思います。レングスもオリジナルのものになっていて、ちょっとその折って履かれていたんでしょうかね。その後だけ少しついております。裏面に関しても特に言うことはないかなと思います。で実寸の方もパッチ通りになっております。3030ですね。僕はちょっときつく感じるぐらいのサイズ感にはなります。この辺履ける方はかなりおすすめです。お値段の方が15,800円に消費税になります。続いてこちら、501ダブル X になります。ダブル X なので、隠しリベットついていて、ポケットのスレーキのリベットはカッパーになっております。で裏面に関してこちらベルトループがオフセットになっておりますね。でパッチの形跡っていうのは特に見られないんですが、赤タブこちらレジスターのみですね。かなり珍しいです。ですみません、こちら、ボタンフライのボタンを見ていただけると分かるんですが、アシナガールが使われております。いわゆるそのギャラ入りの年代ですね。50年代後半から62年頃までの年代になります。で状態としてこちら股下はステッチの抜けぐらいはあるんですが、特にダメージなど見られないです。でこちら左の膝よりちょっと上の位置なんですかねに少しこういった横糸が出てるっていう感じですね。でレングスに関してはこちらオリジナルのものになっております。ステッチが多少抜けてたりとかはあるんですが、当然耳もついております。色味がすごくかっこいいですね。本当ダブル X らしい色味になっております。プラスポイントで言うとやっぱこのアーケードがイエローステッチっていうところがやっぱかなりポイントは高いかなと思います。ちょっとこういったオイル染みとかもあるんですが、かなり雰囲気に馴染んでいるかなと思いますね。あと裾のこういったスレとかですね、ちょっと細かいですね。すいません。で実寸のサイズになるんですけれども、ウエストの方が34インチのレングスが28インチになっております。オリジナルのレングスで30以下っていうのはかなり希少かなと思います。履ける方多いと思います。こちらお値段の方が158,000円に消費税になります。週末のウェブスペシャルの商品を紹介します。まずこちらの T シャツですね。チャンピオンの T シャツ、古いですね。ランタグのものになっているんです。サイズ表記はちょっとすいません見えない状態になっています。で染み込みのプリントで4段入っております。これサイズなんですかね、44ぐらいな感じですね。僕が合わせても全然着用ができるいいサイズ感です。多少こういったところですね、小穴とか少し開いてたりはするんですが、全然まだまだ着用自体はできます。こちらお値段の方が25,800円の 20% オフになります。続いてこちらヴィンテージスウェットですね。タグの方はすいません欠損しております。でプリントの方がこちら染み込みのプリントになっておりますね。 BSA ミリタリーのプリントいいですね。多少全体的に少し汚れとかあるんですが、あとこういった小穴ですねとかも少しあるんですが、まだまだ着用自体はできるかなと思います。
サイズ表記あるとするとミディアムですかねが少し縮んでるぐらいのサイズ感ですかね。僕がちょっと小さく感じるぐらいのサイズ感です。こちらお値段が12,800円の 20% オフになります。続いてこちらのジャケットになるんですが、すみません、タグがこちらの方ですね。でサイズ表記の方がちょっとついてないっていう状態ですね。で黒のサテンに、ワッペンが貼られていたりっていう、スナップの開きのものですね。年代でいうと50年代ですかね。バックがかっこいいですね。特にひどいダメージなどもなくいい状態です。サイズの表記があるとしたらミディアムぐらいかなと思います。僕が本当ぴったりっていう、いわゆる本当ぴったりなジャストサイズになるかなと思います。こちらお値段の方が19,800円の 20% オフになります。続いて、ファティーグジャケットの、サードタイプノンリップの方ですね。すみません、タグの方はすみません、こちら欠損しております。でワッペンなどが貼られていたりっていうところでかなり雰囲気いいですね。あとはこういった汚れとかも少しあってかなり馴染んでいるかなと思います。ダメージなどが特に見られず全然着用には困らないかなと思いますね。サイズ表記あるとするとミディアムレギュラーかなと思います。僕が気持ちゆったりできるいいサイズ感です。こちらお値段が15,800円の 20% オフになります。続いてこちらですね、カータースのカバーオールになります。タグがこちらのカータースになっていて、襟がコーデュロイな切り返しになっているカバーオールですね。でこちら色味もいいですし程度がすごくいいです。ダメージなど特に見られず着用も全然困らないですね。でサイズの表記があると38かなと思います。この辺のサイズ感はかなり人気あるんじゃないですかね。僕も、なんか T シャツ1枚とかの上に着るにはちょうどいいサイズ感です。こちらの方でお値段の方が25,800円の 20% オフになります。入荷の方もですねしまして、ウェブスターの方にも新商品どんどん上げていくんですが、店頭の方にも、たくさん新商品並んでおりますのでご来店お待ちしております。